はい、皆様おはようございます。今ですね Airbnb をチェックアウトいたしまして、僕ら飛行機が、午後の7時なため目標を除いて、まず荷物を預けて、ちょっとねニースの街を観光しようかなと思っております。やっぱりちょっと雲出てきちゃったか。5位だったからね。昨日までは快晴だったのに。でお昼はですね、僕の麻布時代の同級生の、知り合いがですね、ニースに住んでたこともある方なんですが、ぜひ行ってほしい、このトラディショナルなニース料理が食べれる場所があるということなので、そちらに行きたいと思います。こうご期待。荷物預けのところにね、しているんですが、ワンちゃん店長がいると。ワンちゃん本物です。お人形さんじゃないですよ。こんな感じです。ニースといえば、海岸でございます。こちら地中海の前の海岸来ております。絶景をご覧ください。こちらね、絵を描いてる人もいらっしゃいます。ワンちゃんも歩いてるよ。おー、泳いでる人普通にいるんだ。あ、本当だ。めっちゃ泳ぎ勢は多いっすね。なんならここ少ないぐらい。こっちはなんか塩分濃度が強いから体が浮くらしいです。視界プールみたいな。試した？いや、まあそうそう。ちょっとまだ今からです。今から分かる。はい、今岩場来ております。波がね、大波が来ると危ない。波がすごいです。で、音がですね、水が引くときに砂浜じゃなくてね、岩浜なんですよ。音聞こえますかね？この音ですよ。匂いすごいな。これがニースの海岸でございます。砂浜って言わないです。めっちゃ透明だね、綺麗だね。青い。こちらね、ニースの街並みを歩いております。非常にね、ゆったりとした時間が流れております。トリコロールがなびく中。でもやっぱお昼時は混んでますね。これをずっとまっすぐに行って左手にお目当ての店があると。さあ着きました。シェ・アッチャルド。長蛇の列が並んでおりますが、我々も予約組なんでね、安心して、入れるというわけでございます。上ですね。おお、Yes。Merci。おお、なんか輝いて見える。はい、お疲れ様でした。乾杯します。これね、上のフォームがないみたい。空気みたい。なくなっていく。ちなみに1ヶ月前にとある店で全く同じこと言ったんだけど、こっちはでもまだあるフォームがより濃密な、カプチーノでございます。このインテリアがこの横のあっちの壁もすごいぜ。本当や。こっち？そう鏡で見えるか。おしゃれ。また来年も
ニースらしいので。あ、そうなんですね。確かにここは楽しみになります。そうだね。行けるってなったらラスベガスとかはもうマンダレーベイじゃなくなったからなんかその大会の一つってなっちゃったけど、だけどラスベガスはもうさすがに10回何回も行ってるから。ここの10回だったらさすがに行ってないそうじゃん。でもまあご飯美味しければとかまあそういうなんかいろいろ要素があれば。来ました、いろいろ来ました。明かりの方にこれちょっと言っていいですか。俺はもうメイン俺やばい。僕の友達の麻布時代の友達旧検事現弁護士さんのおすすめのどんな経歴。逆転裁判。逆転裁判です。逆転裁判。じゃあいただきます。鴨肉のイチジクソース。うまい。めちゃめちゃうまいこれ。これ美味しそうだね。これやばいわ。ソースはどんな感じ？甘め？ソースはねちょっと甘いんですけど全然甘すぎないです。ちゃんと肉の旨味が。声が上ずってる。いやうまい。これマジでうまい。鴨肉多分オリーブオイルがめっちゃいい感じ。匂いはまあめちゃくちゃいい感じにこれ味付いてる。これはうまい。風味をイチジクなんだけどやっぱ甘すぎず鴨のねちょっとそのワイルドさあるでしょ。それがねしっかり生かされた美味しいございます。そしてこちらニースのメルダレ缶、ニョッキでございます。ほうれん草とかはねどうやら中に練り込んであるそうでいただきます。バジルですね。うまい。言うことなし。フランス、ポテトという説明を先ほどねいただきました。これ手づかみはマナー違反だったかもしれない。ポテトって説明されたから手づかみで言っちゃって、あ、ポテトだ。ニースやるな。ニースラブです。ニースラブですねこれは。日本から来てるからなかなかの飯でこんななることないですよね。こんななること。やっぱでも12、3年前にカンヌに来た時もやっぱそれは感じた。このフランスの南の方のプロバンス地方の料理はかなりグレードが高い。孫さんも褒めるぐらいだから日本食恋しいってあんまなんない。なんないですね。他の国まあだから帰りたくないもんもはや。本当に美味しい。あいやーチャードさんの店美味しかった。そしてこちらが、牛さんがいたこの店ですね。ここはお昼はやってないみたいですね。またお昼はね違った顔を見せますからこういう街は。でここからは、市川が目をつけていたああそうですね。クレープ屋さんに2日前から行ってと。もう見てくださいこれ。え誰よりも楽しみです確かに。いや案内してくれてんだって。本当ですか。食べたすぎてじゃない。ありがとうございます。食べたすぎて早歩きになってる。俺ここか。あここです。なんか通ったな。クレープの店、おそらく有名店でしょう。さあこちらのラ・イエレクレープレシャーとなんだっけ何クレープだ。同年代のノーブルを加えてこちらのクレープをね食べていきましょう。私のクレープは、こちらクレープにリンゴとなんだろうねこの傘はシナモン、あとシナモンアイスクリームも乗ってますね。これは何でしょうね。キャラメル固めたやつ。ああそうかも。
食べちゃおう。いただきます。あ、すいません。グッドなコンビネーションですね。このシナモンアイスのやつマジうまいわ。腹ごなしを終えてですね、いよいよニース随一と言われる15段アイスのお店、こちらに近づいてきております。15段っつったらね、日本に中野ブロードウェイに7段のアイスがあることで有名ですが、こちらニースではどんなアイスが楽しめるのか、さあやってまいりました。え、いやー、これは残念ですね。やってないですね。俺もうリハーサルしてたのに。まずどういう15段か見たかったんです。そう。じゃあまた、来年ね、エボフランスに来た時にこちら楽しみたいと思います。皆さんも覚えておいてください。15段の店でございます。どっちよ。さあ、フランスの空港へつながる地下鉄ですね。これがあったとは。行きに気づいていれば。行きはタクシーで4人で60ユーロかかってしまいました。ですがこちらのトラムを使えばなんと 1.7 ユーロでですね、1人空港まで迎えるということになってます。事前情報をしっかりね、チェックしていればこんなことにならなかったんですけど、致し方なしということで、来年以降のねエボフランスにしっかり活用したいと思います。さあ乗り込んでまいります。急いで急いで。あ、そっか、タッチ閉まっちゃうよ。急いで。これ多分ね、これもう0回だな。これタッチしたら OK。あ、残り0回。これで空港までゆっくり時間をかけて参りたいと思います。はい、どうも、ニース空港にやってまいりました。それではね、この人も同じ飛行機で帰るんで聞いてみたいと思います。いろいろと。おめでとうございます。いやー、ありがとうございます。ついにやりましたね。エボリューション、コンボブレイカー、そして CEO に続きプレミア3回目の優勝ですが、感想はどうでしょうか？嬉しいですけど、ちょっとやっぱ時戸さんが CC に行けなかったなのが僕には本当に悲しいところです。それはね、大丈夫です。僕まだチェンドゥあるんで、そうチェンドゥで決めますんで。でブラジルに負けた時は僕涙が。2人とも強かったですわ。本当にこの若い2人と戦えたことを僕は光栄です。はい、また頑張っていきます。またお願いします。どうでした？エボリューションの大会全体で危なかった試合とか、この試合がまず勝った試合はアルペンの試合とかフランスのでやったんですけど、やっぱキャミ戦は緊張するからタイプが出ないですよ。それとか結構時戸さんの試合がこの試合まで負けたら最後のラウンドですね。運が良かったから勝ったんですけど、その試合負けたら負けると思いました。それくらいのプレッシャーがありました。あれで 2-2 まで追いつきたかったんだけどね、こっちも。でもレシャー全然崩せないし、コンボとか、あとは決めた後に起き上がりに技重ねちゃったりとか、いろいろね、多分プランは他のベストなのがあったと思うんだけど、レシャーが強かったからね、そういうプレッシャーも
すごかったですわ。今の県江戸はやっぱ江戸がね、本当に有利だと思ったんですけど、なんかその試合だけは、そのジェッペンプレミアの決勝の時戸さんのプレッシャーが感じました。あれはまあでもな、そうだね、いい試合はできたかなとこっちも思うんで。でも決勝のブラズ戦はあれはどうでした？びっくりしたね。だって前回の EWC では、テリー・リュウだった。テリー・リュウスタートで、そこでなんか 1,2 で僕が江戸になって、まあ、3対5で負けました。多分そうですね。でもそこから竜戦は江戸でだいぶ変わりました？いや、あんまり変わってないですけど、やっぱり板振りし時も地上戦はこっちの方がいけると思って、でもやっぱラッシュジュダンをとか、SE さんとかめっちゃ当たって終わったと思うから、やっぱキャラとして見ても江戸の方が有利だと感じてその時負けたんですけど、まあ今回もいけると思いました。最初から江戸で。でもなんか今回はまず2先勝ったら、そう秘密のキャラクター、僕秘密のキャラクターあるから気をつけて、言ってたんだと言ったら、何の秘密のキャラ、なんかマイテリー江戸じゃない、と言ったら、いやエレナまだ知らないなと思って2先勝ったらエレナ使って1先をなんかちょっとランダムで勝ちかなと思ったんですけど、なんか彼がエレナのことあんまり知らないだとその前の日言いました、でも僕が今まで当たった人の中で一番エレナ戦うまかったです。うまかったね。高くても完璧だったし、あれだって 2-0 から2対3までなっちゃったもんね。それでもなんか僕結構エレナが好きなキャラクターだから、次のストリートファイターリーグに僕のエレナが出る可能性も見せるとか、普通になんか優勝した後にエレナが一緒になったらいいだなと思って頑張ったんですけど、エレナ写真がね出て、まだ連動とか、メッチアップの情報がまだ足りないです。まあこのエボジャパンじゃないエボフランスまで優勝は本当にお見事でございます。ありがとうございます。みんなに新しい目標をね、みんなに与えて、あと見る人に希望と絶望を両方与えるようなプレーで本当に素晴らしかったと思います。もう本当に僕なんか江戸のプレーが結構変わったんですけど、それはやっぱいつもリジェクトオフィスで不動産の江戸を見て、このプレイ強いだなと思って、なんかモノマネ、僕そういうプレイ好きじゃないですけど、モノマが好きじゃないですけど、やっぱ不動産最強だから。あれも天才だからね。やばいチームですわリジェクトは。で帰ってねすぐ SFL ありますが、そっちに向けてね。だから今リジェクト本当にみんなが仕上がってるんで、いい結果出せると思います。一緒に頑張ります。頑張ります。それでは、レジャーが今回お疲れ様でした。隣のねカービィも心なしか、喜んでると思いますので、ありがとうございました。これでゆっくり帰りましょう。こちらスタンブール空港で羽田行きの便に乗り込みました。またね、この航空会社はアメニティがしっかりしております。スリッパもゲット。さらにはですね、やっぱね機内食が美味しいですね。トルコはね、世界三大料理にも数えられたりとかという話を、聞きますので、ティアが高い、航空会社なんじゃないかなと思います。ちょうど、機内食の方もバッチリね収めたいと思いますね。で、今回も窓際ゲットでございます。さあ、一度ね飛行機に乗ったんですが、約2時間搭乗した後で降ろされて
飛びませんと。何時間、とりあえずターキッシュエアでレシャーは去年33時間あ、その話してましたね。そうちょっと怖いって言ったけど、まあ、レシャーを待っとくか。さあどうなることやら。来ました先生。じゃあ先生にお願いしないと。さあエボリューション優勝者のレシャーの一言、歩き方がもう慣れてるよみたいな。はいはい。レシャー言ってたもんな。これね。はいはい、これじゃあ行きますか。はい、羽田空港に到着です。飛行機ね、4時間遅れで飛んで、なんとか、火曜日のうちにたどり着くことができました。今ね、もうこちら11時を回って、そろそろ終電が、やばい時間にかかってきておりますので、手短に。で、肝心の機内食はですね、爆睡かましたため、食べることはできませんでした。ターキッシュエアウェイ、総評していい航空会社かなと思いました。飛べば、中はね、快適ですし、機内食はうまいと。飛べばですね、そのはい、戻ってきました。非常に長旅でしたね。まあ途中ね、機内トラブルもありながらも、なんとか、無事、家まで帰ってきました。というわけでですね、エボフランス、初めてね、フランスで行われたエボリューションだったんですけれども、もうね、予想をはるかに超える大盛況ぶりで、会場も綺麗で、ね、参加者も人も多かったね。あとはやっぱりトップ8の盛り上がりとかも、下手すら本家よりもすごいんじゃないっていうぐらい、もう熱狂的なね、盛り上がりがあってました。次回もね、ぜひぜひ行きたいなと。なんか最初ね、ちょっと心配してたんだけど、エボニースで盛り上がるのかなって。全然気優でしたね。で、まあ大会の総括なんですが、私はね、5位タイということで、カプコンカップ出場には、あと一歩、チェンドゥでポイント。まああと一歩というか、あと3歩ぐらい必要かなというところでございます。次でね、向けて再び、精進を続けます。であとひときわやっぱ盛り上がりを見せてたのは、まあ4位だったミスタークリムゾン。まあ地元のね、フランスを代表するプレイヤーなんですけど、まあ彼はね、なんと言ってもやっぱり、その人間性が素晴らしい。本当に困ってるプレイヤーをね、見つけては、手を差し伸べては、いろいろ教えてくれたりとか、本当にコミュニティのために、よく尽くしてくれる人ですので、ああいう人がね、各地域に一人ぐらいいると、もう本当に、安心して、こっちもね、プレイに専念できるってもんです。またね、今後も、お互い精進を続けましょう。で、今回ね、ニースということで、僕はカンヌ、ニースの近くのカンヌには行って、そこでのね、食は非常に楽しんだことがあるんですが、やっぱりね、ニース、美味しく過ごせました。食事制限してた中なんですけど、そんな中でもね、本当にいろんな、食べれるものもたくさんあったので、良かったです。また行きたいなと思います。で、そんな中なんですが、今回の、滞在中一番美味しかったものを発表すると。まあ、これなかなか難しいんですけれどもね、いろんな方にも紹介いただいて、いろんなお店も行ったんですが、今回私が一番美味しいと感じたのは、こちらドン、ラトリエ・ドゥ・カルニボールの 1kg ステーキでした。あれはね、食事制限してると、海外行った時に、外に行っても、そんなに、食べれるものなかったりとか、だいぶ限定されちゃったりするんですが、1kg のステーキは、あれのおかげでトップ8入れたと言っても過言ではないかもしれません。うん。非常に、美味しくいただきました。近くのね、店の、シェ・アッチャードもね、非常に美味しかったんで、またこの、2つのお店は、次回エボフランス、ニースでおそらく開かれると思うんですけど、開かれた時に行ってみたいなと思います。次回は、チェンドゥプレミアでございます。3以上目指して、しっかり頑張っていくんですが、チェンドゥは宿敵、ジエは
ジエアもね、もう今から準備して僕のこと待ってると思うんで、そっちの方もね、交互期待。激辛王、四川チェンドゥ本場編。時戸さんとジエアの7番勝負でお送りしたいと思います。それでは本日はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。また